デザイナーズブランドを中心に扱わせていただいてるんですけど、モード系とかアルチザン系と呼ばれてるジャンルを主にメインで置かせていただいてます。店名の由来が直訳で生活の設計という意味になるんですけど、今作られた服も昔作られた服も、いろんな人々のこの生活の基盤になっているものだと思って、それを由来で付けさせていただきました。もともとうちのこのユーズのマーケット NEXT51 自体がデザイナーズブランドをほとんど置いていなかったんですね。でそこを、僕がたまたまここの会社に入社させていただいて、その時にデザイナーズブランドが好きだったので集め出したのがきっかけです。主なブランドになるとデザイナーズブランドの、近年だとアーカイブって呼ばれているような、ギャルソンとか幼児とかですねとかも置いていたり、あとはアルチザン系とかになってくるとちょっと珍しいものだとキャロル・クリスチャン・ポエルとかボリス・ビジャン・サビリとかそういうアルチザンブランドを置いてます。アクセサリーも、例えば有名なところだとクロムハーツとかコディ・サンダーソンとか置いてあるんですけど、その中でもちょっと珍しいあまり他では見かけないブランドとかはやっぱり置いてあったりしますね。いろんな洋服を見てきた中で、年月が経つと価値が落ちてしまう服っていうのは結構よくあって、そういう服をメインで扱うのではなくて、年月が経ってもあまり価値が落ちない服を一応念頭に営業させてもらってますね。このエリアはここのお店のこの内装が、ラックの位置が決まってしまってるので、ロングコートとかだとその地面に吸ってしまうんですね。それが良くないなと思って、天井の方にちょっと重機をつけさせていただいて、でロングコートとかは地面に擦らないように展開させていただいてて、照明は一応その古着になるので、汚れてるものとかダメージがあるものですねも中には置いてあるんですけど、暖色系の照明だと結構暗く見えがちだったりとか、あとは本来の色が分からなかったりするので、基本的に白っぽい色の照明を使わせていただいてます。ラックに関しては、このフロアの中心部分から入って右側の部分にデザイナーズブランドのアーカイブ的なものを置いてますね。で左側に関してはちょっとモード系というか、アルチザン系とかに近いものをメインで置いているっていう感じです。基本的にこの額縁の中に入っている服とかは、普段そんなに見る機会がないであろうものを一応この中に入れて置かせていただいてます。左側のものはイザベラ・ステファニリというブランドなんですけど、手織りとかそういうに力を入れてやってるブランドですね。これ結構昔のものに見えるんですけど、意外と作られたのは本当に最近ですね。2年前ぐらいです。右側のコートは、ジョン・ガリアーノのコートで、確か2007年とか8年ぐらいのものだったと思うんですけど、ああいうものもビーズみたいなものがたくさんついてるんですけど、あれも全部手刺繍でやってて、モードブランドって聞くと消費的なイメージになると思うんですけど、意外とそうではなくて結構手がかかってたりします。この資料みたいなものは開いていただくと分かるんですけど、デザイナーたちの名言じゃないですけど、そういったものをパーッと中に書いてあって、個人的にちょっと感銘を受けた言葉たちを並べています。自由に見ていただけると嬉しいです。最近だとアントワープ6の映像とかを流していたりとか、90年代ぐらいのアンチファッションだったブランドたちの映像をちょっと流したりしていますね。こういういわゆるブランド古着を取り扱うお店さんって多分結構あると思うんですけど、その中でもあまり見かけないブランドだったりとか、そういったものは結構うちの強みかなとは思います。例えばこの額に入ってるイザベラ・ステファネリとかもそうですし、こっちの壁にかけてあるキャロル・クリスチャン・ポエルとかボリス・ビジャン・サビリとかレイヤーゼロというブランドとか、そういうちょっとあまり耳なじみないようなブランドは結構うちの強みですね。お店の仕入れについては
どこかから買い付けてくるっていうわけじゃなくて、基本的にお客様から買い取りでお持ちくださったものを置いてるんですね。ここのフロアに置いてるものだと結構正直値が張るものが多いんですね。なんかそういったものも買いやすくするために僕らが独自に設けてる買い取りのシステムがあるんですけど、なんかそのお持ちいただいた洋服をそのお見積もり金額をそのまま現金でお渡しするんではなくて、うちで使えるポイントで支払いさせていただくと 1.5 倍とかになるんですね。なのでお見積もり金額が高ければ高いほどその 1.5 倍の幅も大きくなるんです。でプロパーで買うんだったらなかなか手が出ない洋服たちを古着でそういうシステムを使っていただければまだちょっと買いやすい金額になったりするので、興味があったりするのになかなか手が出ないっていう方の入り口になるような場所だと思いますね。大阪の首都圏からは少しだけ外れてるっていう感じですね。この堺市からもっと南に行くともっと田舎になっていくっていうんですかね、そんな場所です。このお店で働かせていただいてだいたい4年ぐらいになりますね。でその前は、他の会社さんで、同じ業態のお店で働いていたんですけど、キャリアでいうと8年9年ぐらいになると思いますね。もともと高校生の時にちょっとだけこの洋服に興味があって、プロパーのお店さんとかって結構僕にとってこのハードルが高かったんですね。それで、古着に携わってみようかなと思ったのがきっかけでしたね。接客については基本的に僕は入ってこられた方にあんまり声をかけないようにしていて、ただ、お客様の方から試着していいですかとか何か興味がありそうな素振りがある時は、お話しさせていただくようにしてますね。今はボリス・ビジャン・サベリとかそういうちょっとアイラインじゃないんですけど細身の洋服とかも結構着るんですけど、昔は、ヨウジヤマモトが僕すごく好きでもうずっと7年8年ぐらいですかね、ヨウジだけを着てたんですけど、ここ 2,3 年ぐらいでそういうアルチザン系ブランドも着るようになりました。実際にお客様に買っていただいたお洋服を例えばここに来られたお客様が着てくださってたりとか、SNS ですねとかに上げてくださったりしてる時がやっぱり一番実際に使ってくれてるんだなと思ってやりがいを感じますね。やりたいなと思ってるタイミングが一番やるべきタイミングなのかもしれないですし、やってみないとわからないこともたくさんありますよね。今だと結構気軽に始められる環境が整ってると思うので、まず一歩踏み出してみることが結構大切かなと思いますね。洋服の中でもいろいろあるんですけど、ここはデザイナーズブランドをメインで置かせていただいてて、で僕らは価値をできるだけ落とさない服というんですかねに力を入れてやってまして、例えばそれはここのデザイナーズブランドじゃなくてもヴィンテージとかもそうですし、一つ一つが高いものにはなるんですけど、その買っていただいた方にとってすごい大事な服になると思います。そういう服を探されている方に対して僕らも一生懸命対応させていただきます。